こんにちは、のすけです。お久しぶりの投稿となってしまいました。どうもすみません。コミュニティには投稿しましたが、年末年始にファイファンをやっていたわけではありません。さて、のすけの失敗動画の中に、こんな動画があるのをご存知でしょうか？空割りして、液体金属の代わりに、銅テープ貼ったらめっちゃ冷えるんじゃね？という企画だったのですが、全く冷えなくて、アボンした動画です。で、その時にお勉強したのが、接触熱抵抗なるもので、ざっくり言うと、表面がデコボコだと熱が伝わりにくいよ。ということは、表面がツルツルだったらめっちゃ冷えるんじゃね？ということで、今回の被験体は、空割り済みの 2400G になります。液体金属で運用していて、CPU-Z で負荷をかけた時の CPU 温度は、54度で安定していました。液体金属を拭き取るとこんな感じです。約1年の使用で、表面が腐食しています。ヒートスプレッダーから磨いていきます。ヤスリは耐水ペーパーの7000です。今回はヤスリ特別編ということで、ヤスリをノーカットでお送りしません。表面を軽く磨いてみました。光沢がまだらになっているので、元がデコボコだったのがわかります。で、途中で気づいたのですが、ツルツルになっても平面じゃなかったら、意味なくねってことで、のすけに転がっていた真鍮ブロックを、当て板に使ってヤスリしました。ヤスリが終わって、こんな感じ。表面のニッケルメッキがなくなり、銅の地肌が見えています。ヤスリの傷が目立ちますね。仕上げはタミヤのコンパウンドです。ちなみにここまでで、丸2日、24時間以上、ヤスリをしています。コンパウンドが終わると、こんな感じ。細かい傷はあるけど、反射の歪みは、小さいので、平らになったかな？ CPU コアの方は、まあ平らのはずだよね。ってことで、コンパウンドで軽く磨いておきました。組み付けて、当たりを確認。平面が出ていれば、吸い付くような感触になるはず。はい、ダメでした。明らかに点で接触している感じです。薄くコンパウンドを塗って、当たりを確認してみると、ほぼ中央の突起で接触しているみたいです。CPU 側も、これはもう、ナノレベルで、ヤスリをする必要がありそうです。ということで、これ買いました。ダイヤモンドコンパウンド3980円。流度は1万4000です。ヤスリの方法も考えました。ヒートスプレッダーを CPU コアで磨く。ラッピング加工、いわゆるすり合わせ。この方法なら究極の平面ができるはず。で、これが地獄の始まりでした。このラッピング加工、時間がかかります。コンパウンドの粗さが小さいこと。ヤスリのストロークが5ミリしかないこと。微妙に力が入りづらいこと。まさに地獄。のすけはサラリーマンなので、平日は帰宅後の3時間。土日はみっちり24時間。約2週間、ヤスリのある生活が続きました。ちなみにヤスリの間、YouTube で動画を見てました。妖怪退治の仕事、っていう、怖い話が面白かったです。
で、こうなりました。ヒートスプレッダーの影のような部分が、当たりの部分です。コアの面積の3分の2ぐらいは、当たりが出ていると思います。ただ残念ながら、吸い付くような感触は、ありませんでした。のすけのイケメン、晒しとくんで、勘弁してください。ヤスリによって、チップコンデンサーと、ヒートスプレッダーの隙間が、だいぶ小さくなってしまったので、カプトンテープで保護します。今回は、ヒートスプレッダー側に、カプトンテープを貼り付けました。出来上がりはこんな感じ。ヒートスプレッダーは得意のシリコーンガスケットで接着します。表面による金属接触の効果を確認するため、CPU コアとヒートスプレッダーの間は、液体金属を塗らずにやってみます。CPU グリースは MX4。CPU クーラーはノクチャーです。で、スイッチオン。問題なく起動しました。CPU コアの方もだいぶ削ったので、ぶっ壊れた可能性がビレゾンじゃねと、ドキドキしていたのは内緒です。アイドル時の CPU 温度は35度ぐらい。至って普通、特に問題はなさそうです。CPU-Z で負荷をかけてみます。一瞬で液体金属を超えてしまいました。でも、サーマルスロットリングの始まる、100度までには余裕がありそう。結果です。安定後の温度は、液体金属が54度。表面加工は86度になりました。ちょっと残念な結果ではありますが、何も塗らなくてもサーマルスロットリングを回避したのを褒めてやってください。今回は、ここまで。次回は表面加工と液体金属の組み合わせとか、やってみたいと思っています。